皆さんこんにちは。一つのプラモデルを3つの動画に分け、完成までを収録しているプラモの時間。いつもご覧いただきありがとうございます。今回の動画はフェラーリ F40 の完成までをお届けいたします。早速まずはクリア塗装から。クリア塗装工程に関しては全部で3回の工程。使用しているエアブラシはタミヤのスプレーワーク HG エアブラシワイドを使用。塗料はクレオスの GX100 スーパークリア2をガイアカラー T01 薄め液で1対 1.5 程度まで薄め吹き付けています。塗装工程1工程目は少し遠めから塗料をボディ表面に対してふわっとのせるように吹き付け、1工程目と2工程目の間に軽く2000番のペーパーヤスリで表面を整え、2工程目はしっかり全体をまんべんなく塗装、3工程目は仕上げで各部塗料が垂れる寸前を目安に吹き付けていきます。万が一垂れてしまった場合は最悪塗装を落としやり直したり、リカバーに時間を取られるなど悲惨なことになりますので、慎重に塗装を行っていきます。次に取り出しを行っていきます。クリア塗装後十分に乾燥させた塗装面は一見ツヤがあるように見えますが、塗装面にはまだまだ凹凸が存在しています。この凹凸を消していく作業をしていきます。徐々に番手を上げ滑らかな面にしていきますので、前もって逆算をしクリア塗装を行わなければいけません。ここでクリア塗装時に意識している塗料が垂れる寸前、つまり多少厚めにクリア塗装を行うことがここで生きてくると思います。取り出し工程としては2回の工程。まずはペーパーヤスリ2000番で水取りをし、次にラプロスの研磨クロス6000番8000番と番手を上げ水取りをしていきます。個人的な鏡面の目安としては反射する景色が歪まない程度と考えているので、研いでは拭き取り確認を繰り返し表面を滑らかにしていきます。続いて表面仕上げの工程です。表面仕上げの工程としては3つの工程となります。ドレメルというメーカーのミニルーターに筋彫り銅のバフを取り付け作業を行っていきます。1工程目はタミヤコンパウンドの粗めで1周、パーツ表面の層を軽く剥がす、または一皮剥くといった感覚で研磨していきます。あまり研磨しすぎても粗めのコンパウンドでは傷を消すことはできずピカピカにはなりません。ですのであくまでも軽く1周といった感じで作業を行っていきます。2工程目はタミヤの再目で1周、3工程目はタミヤの仕上げ目で傷がなくなるまでを目安に研磨していきます。この3工程目の段階で下地が出ると本当に最悪なので、基本的には各1周、最終的に仕上げ目で傷をしっかり消すことができれば OK を目標に行います。最後の仕上げの際、長谷川のセラミックコンパウンドとタミヤのモデリングワックスを使用し、ツルピカにし完成としています。続いて外装パーツのマスキングと塗装を行っていきます。施工した箇所はウィンドウクリアパーツにボディ側のウィンドウモールやフロントリップ、あとは残りのクリアパーツとなります。まずはサイドウィンドウから。サイドウィンドウにはウィンドウモールがモールドされているタイプなので、表面に対しマスキング、
幅広タイプのマスキングテープでマスクした後、デザインナイフで余分な箇所をカットしていきました。ボディ側のウィンドウモールも同様、マスキングテープを貼った後、余分な箇所をデザインナイフでカット。フロントリップは面が素直だったので、そのままマスク処理をし完了です。マスク処理が終わったパーツたちに対し、セミグロスブラックを吹き付け、あとは残っていたリアテールもこのタイミングで塗装しました。塗料が乾いた後、裏面からエナメルシルバーを筆塗りし、スケボーし、縁はガンダムマーカーで縁取りしてあります。次に、まずはこちらをご覧ください。こちらはキット付属のリアゲートメッシュ部分なのですが、ここはディティールアップできそうだったので、テールランプステーのみ使用し、メッシュ部分は長谷川製のモデリングメッシュに変更していきます。まずはサイズを測り、モデリングメッシュをカット。カットしたメッシュに対し、油性マジックで塗装を行います。下に敷いてある説明書に塗料を染み込ませながら塗装を行いました。元パーツはテールステーが残るようにカットし、残ったテールステーはペーパーヤスリで形をしっかり円形に整えておきます。塗装を終えたメッシュをリアカウルに取り付けていきますが、微妙に R がついている箇所ですので、両面テープで固定してから接着剤を塗布しました。テールライトステーやナンバーも同じく、両面テープをカットしたもので固定しつつ接着。一気にスケスケになり、リアルが増したリアゲートに満足しつつ、仕上げへと進行していきます。次に仕上げとなります。まるでバイク模型を製作しているかのような工程で、ここから取り付けていく外装パーツはサイドミラーくらいなものですが、そこにたどり着くまでにもう一山ありますので、じっくり乗り越えていきます。まずはウィンドウパーツをボディに対し接着していきます。裏面から取り付けるタイプですが、ボディ表面から見たときにガラスパーツがつらい位置になるように設計されているので、そのつらい位置具合を確認しながら慎重に接着していきました。リアカウルのクリアパーツはカウルに対し表面からマスキングテープで固定、裏面から接着を行いました。他にもリアカウルに対しインナーフェンダーを接着、ボディとリアカウルも合体していきます。その後ボディに対しエナメルブラックでサイドラインを入れたり、墨入れをし、はみ出た箇所はエナメル溶剤を染み込ませた綿棒で拭き取っておきます。そしてシャシーとボディを合体し、残るパーツを取り付けていきます。タイヤとホイールを組み付け、リアのエンブレムにはリキッドクロームマーカーで塗装。リアテールやウインカー、ヘッドライトカバーなどのクリアパーツを取り付け、ウィンカーには爪楊枝でクリアオレンジを入れ、最後に指紋や汚れを拭き取り、ここにフェラーリ F40 が完成です。今から30年ほど前でしょうか、このタミヤから発売されていた F40 は当たり前のように模型店に置いてあり、何台も作った記憶があります。ところがタミヤはすでにフェラーリとの契約が終わっているようで、再販ももしかしたら難しいかもしれません。もし模型店などで見かけたら手に入れておいた方が得策かと思います。
キット内容としては申し分なく、バイク模型並みのエンジンの精巧さ、フェラーリならではのボディラインは今見ても色あせずうっとりするほど、時を忘れて眺めてしまいます。以前制作した富士見の348と並べると、そこにはザ・フェラーリワールドが広がり、贅沢な気分を味わうことができました。フェラーリの創始者であるエンツォ・フェラーリがソロ生涯の最後にそのままレースに出られる市販車という車作りの基本理念を具現化した F40。 そのエンジンフードからは F1 マシンのように甲高い V 型8気筒ツインターボエンジンの方向が聞こえてきそうです。今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。